シビラシステムによって管理された社会では悩むことそのものが罪になります。仕事で失敗して落ち込む、人間関係でイライラする、そんな当たり前の感情を持っただけで色相が濁り、社会から隔離されてしまう。そしてそんな異常な世界で何も疑問を持たずに安寧を謳歌している人々を牧島省吾はこう表現しました。家畜。皆さんこんにちは。アニメソフィアへようこそ。今回はミシェル・フーコーの名著「監獄の誕生」を用いてアニメ「サイコパス」の世界を深掘りしていきます。この作品を10年以上前の単なる SF アニメと侮ってはいけません。この作品は現代社会の効率化や監視が行き着く先を描いた強烈な社会風刺作品だからです。あなたもこの動画を見終わる頃にはシビラシステムによる支配が決して創作の中だけの話ではないことに気づくはずです。まず作品の根幹であるシビラシステムについてご存知の方も多いと思いますが、軽くおさらいしましょう。あらゆる場所に設置されたスキャナルで人間の精神を読み取り、職業適性の診断から結婚相手の選定まで人生のすべてを最適化する包括的障害福祉支援システム、それがシビラシステムです。そしてその目的は最大多数の最大幸福の実現。全くもって素晴らしいシステムです。しかしシビラシステムが掲げる美しいスローガンはこう言い換えることもできるでしょう。従順な身体の生産と。これはミシェル・フーコーが提唱した概念で、権力にとって最も都合の良い、文句を言わずに働く労働力のことを指します。シビラシステムが管理する社会は一つの巨大な工場と言えるでしょう。そして市民は工場を動かすための生体パーツです。本来権力はコストを嫌います。だからこそ歴史上でも非効率な身体系は廃れ、代わりに心を訓練して従順な身体を作る監獄が誕生しました。シビラシステムはその歴史の最終形態、人間を最も効率よく管理するために設計された完璧なシステムなのです。ここで鋭い方はある違和感に気づくはずです。なぜ警察的組織である公安局が厚生省の管轄なのかと。普通犯罪を取り締まるのは警察庁や法務省のはずです。しかしこの世界では医療や福祉を司る厚生省がトップに立っています。実はこれこそがフーコーの提唱した性権力、バイオパワーという概念そのものなのです。かつての権力は市民の命を奪うことで支配していました。しかし現代の権力は逆です。健康に生かす、長生きさせる、幸福にする、そうやって市民の人生を管理することこそが現代における支配なのです。シビラシステムがやっているのは逮捕ではありません。治療です。ドミネーターは武器ではありません。診断機です。そして潜在犯は犯罪者ではなく患者として扱われます。これが何を意味するか分かりますか？もし相手が警察なら不当逮捕だと訴え弁護士を立てて戦うこともできます。しかし相手が医師としてあなたの健康のために治療しますと近づいてきたら私たちは抵抗できません。健康になることは絶対的な正義だからです。シビラシステムが厚生省である理由、それは正義という名の暴力ではなく健康という名の管理で市民からノーという権利を奪うためなのです。ではこの工場においてなぜ何もしていない人までが潜在犯として捕まるのか、そしてなぜ市民は互いに監視し合うのか、このシステムの恐ろしい本質を作中で最も的確に表現した男がいます。そう、牧島省吾です。彼は第14話でシビラシステムの構造についてジェレミー・ベンサムの概念を引用してこう語りました。システムというよりは巨大な監獄ではパノプティコン、一望監視施設の最悪の発展系。パノプティコンとは中心に監視塔があり、その周りを独房が囲む構造になっています。重要なのは囚人からは看守が見えないという点。今見られているかもしれないという疑心暗鬼が囚人に自らルールを守らせるのです。シビラシステムはこの見えない塔を街全体に広げました。街頭スキャナー、ドローン、そしてエリアストレスのアラーム。アニメで警告音の鳴るシーンを思い出してください。誰かが街中で取り乱すとエリア全体のストレス値が上がり、連帯責任でドローンが飛んでくる。これによって何が起きるか、隣人が看守になるのです。もし隣で誰かが騒ぎ出したら自分も巻き添えで潜在犯に認定されるかもしれない。だから市民は互いに互いを監視し合うようになります。牧島省吾は気づいていました。この社会の完璧さはシビラシステムの性能の高さではない、市民一人一人が内なる監視を介自分自身と他人を監視し合う相互監視システムによって成立しているのだと。逃げ場のない壁のない巨大な監獄、それが牧島省吾の見ていた景色の正体なのです。この絶望的な監獄に対して牧島省吾、そして常森茜はどう抵抗したのか。ここが今回の最重要ポイントです。2人のスタンスの違いは外科手術か内科治療かで説明できます。まず外科医のスタンスを取った牧島省吾について、彼は
人間がシステムに従順な家畜になっていることに耐えられなかった。ご存知の通り、彼は読書家ですが、彼が読んでいる本の中にジョージ・オーウェルの1984年があります。そこには管理社会の恐怖についてこう記されています。正当性とは考えないこと、考える必要がないことである。正当性とは無意識のことである。シビラシステムの市民はまさにこの無意識の状態です。色相さえクリアなら何も考えなくていい。牧島省吾はそんな魂の死を拒絶しました。だから彼はテロや暴動というメスを入れてシビラシステムという腫瘍を無理やり摘出しようとしたのです。彼の目的は破壊そのものではありません。檻が壊れた時、人間は何をするのかという観察です。安全装置が外れて野に放たれると、人間は自らの意思で歩き出すのか。彼は人間の魂の輝きを見たかったのです。そんな彼に対して内科医のスタンスを取った常森茜。彼女もシビラシステムが正しいとは思っていませんが、今いきなりシステムを停止すれば依存しきっている市民は生きていけないことも理解しています。だから彼女は即時の破壊を選びませんでした。彼女が選んだのは気の遠くなるような体質改善です。システムを生かしたまま少しずつ人間の倫理観や自治能力を取り戻させていく。いつか人類がシビラシステムという補助輪なしでも立てるようになるその日までギリギリのバランスで社会を維持し続ける。牧島省吾は人間の意志を信じたからこそ今すぐ試したかった。常森茜は人間の可能性を信じているからこそ未来に託した。残酷なまでに純粋な観察者と泥にまみれて未来を紡ぐ求道者、この対比こそがサイコパスという物語の心臓部なのです。いかがでしたか？哲学というメスを入れることでシビラシステムの輪郭が恐ろしいほど鮮明に見えてきたはずです。効率のために人間を部品化し、正常と定義するために弱者を切り捨て、互いに監視させ合う社会。さて最後に一つだけ、これって本当にアニメの中だけの話でしょうか？空気を読めという相互監視、生産性がないという切り捨て、 SNS での正義の押し付け合い、形は違えど私たちもまた見えないシビラシステムに飼いならされた従順な身体になっていないでしょうか？私たちは牧島省吾にはなれません。でも常森茜のように考えることはできます。システムの便利さを享受しながらも自分の魂の主導権までは明け渡さないこと。あなたは今何色ですか？その色はシステムが決めた色ですか？それともあなた自身が選び取った色ですか？この動画があなたの心の檻を開く鍵になれば幸いです。もしこの動画で色相がクリアになったという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。コメント欄ではもしシビラシステムが現実にあったら利用したいかしたくないかぜひ教えてください。皆さんからの報告お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメソフィアでした。